録画も録音も開始確認。アレクサ、今日の西暦。今日は2026年6月12日です。アレクサ、今の時間。午後9時19分です。はい、喋れなくなる攻撃入るけれども、ちょっと軽く短く雑談っていうか、画像を見ながら少し雑談しようかなと思いますね。チャット GPT で軽くね、お前それどんなプロンプトで出してるのって不思議に思う人いますかね。例えば今出してる画像を、これはあれですね、低所得者層にされて処分されると、次の低所得者層がストックされていると、を画像で出力して、サイズは 1920×1080 だけですね。カッコで囲ってその、文字低所得者層にされて処分されると次の低所得者層がストックされている。それをカッコで囲ってを画像で出力して丸、サイズは、このサイズ丸、それだけのプロンプトですね。でこれを出してきますね。つまり私が、出力してと書いたカニカッコの中の文章をチャット GPT が理解してその洞察力で、画像を君が言ってるのってこれでしょって出してきただけのやつですね。これそれにより何がわかるかというと、チャット GPT は今、人間がそういう文章を思い浮かべてチャット GPT に画像にしてと言った時に、チャット GPT はこのぐらいのことを洞察力で想像想定読み取って出力してくるということが分かります。でこういうことを私は繰り返していっぱいやってないですよ。無料なんで。無料だとねすぐに画像を作ってくれなくなるんでいっぱいやってはないし、毎日やってると1日に出してくれる画像ってかなりかなり少なくなるので、毎日もやってない。それから寝たきりの状況、今も今日も寝たきりの状況で、今午後9時ですけれども、起きているのに起きていないような、ちゃんと作業できないような状態だったんで、部屋に持ってきているアース線、部屋まで伸ばしてきたアース線を、収録しながらつなぎたいなと思っていたんだけども、部屋のアース関係にですねつなごうと思っていたんだけれども、それもできないような状態で、チャンネルの翻訳とか細かいクリックするだけのやつぼーっと朦朧とした状態でやってた感じですね。でそれを説明するだけでもこういうふうに喋りに妨害、遠隔からいわゆるハバナ症候群の加害加えられてしまうというような、かなりそういう状況にありますんで、もう私Amazon のレビューは諦めてますね。頑張っても無駄だろうな、無駄にしたいんだろうな。頑張れば頑張るほどね、連中がそれを断念させた時の快楽っていうのはないからね。快楽っていうのはないからねっていうのはもう格別の快楽を得るわけですよ、連中。こっちが努力すればするほど、そしてそれを連中の妨害によってくじかれた時こそ連中快楽を得る。それでパトチンカーで引き逃げしてきてますからね。その勢いで精神科医やってますからね。23条通報欄をその勢いでやってますからね。で世間で一般ではいい人のふりしてるんで、かなりサイコパスですよ。かなり危ない連中ですよ。マジでガチで違いますって訴えたいんだったら訴えてこい。このチャンネルにコメントしてこい。マジでガチで身分明かしながら、私こういうものなんですけども、実在する人物なんですけれども、精神医療業界で働いていますけれど、どうもあなたのようなことを言われるの侵害なんでって言ってこい。姿現して、
一人もいないってことはあれですよ、一人もそういう気持ちで働いてるのがいない業界ということになりますからね。それからそういう業界に私の声が一人にも届いていないっていうことになりますよ。言っとくけど、このチャンネル、私の動画、生活安全課とか地域課とか知ってますからね。お前どこのチャンネルやってんだ、言えって。嘘の通報か何かで言いがかりで職務質問されて署に連行された時にそういうふうに言われて教えてるから。全然。なので連中知ってますからね。普段日頃から私のパソコンクラッキングまでしてね、私の部屋盗聴盗撮してまで嫌がらせ、この加害もそうですからね、してきているんで知らないわけないですけどね。こんなところにしとこうか。もう少し喋れるから。内臓に攻撃始まって内臓痛くなりだしました。でチャット GPT が出してきたの、どんなの出してきたのかと。何枚もあるから何枚も出すつもりだったけど、これ1枚に時間かける必要もない。喉とか内臓とかゲップが出るような攻撃とかされてて喋りにくくされてます。それでってなった。あと今太もも、右足太もも足の付け根付近に針で刺したような痛み、ずーっとチクーっとやられてますね今ね。でそういう風にやられてるから変な喋り方になってるのではないです。ちゃんと喋れないようにされてます。遠隔から電磁波で首肩のあたりに勝手に力が入るようにされます。で毎回こういう風にされてますってその説明の時だけはその攻撃来ないんですよ。その攻撃来ないんですよ。で今文脈から来ないんですよ、そういうようなこと言うなと思うような文脈のところに差し掛かったところで加害来るでしょ。それによって私が言っていることが嘘みたいな感じになるでしょ。とことんそういうミスリードを工作する加害をしてきているんで自らそんな芝居する必要ないんで、その辺理解しながら聞いていただきたい。どういう部分でどういうふうに攻撃が入っているのか。私が芝居してると疑ってね、そういう揶揄、そういうコメントしたいっていう体裁で、うがった気持ちで聞いてくれてもいいけどね、いずれ本当にこいつ芝居でやる必要ないことやってんなってなりますからね。それは連中が隠しきれない加害悪意隠しきれないからそうなるんであって、私の方が愚か者すぎるからそういうことをやってるとか言うわけじゃないですよ愚か者にも程があるって。アマゾンのレビューはクビになるのにこっちに専念してんだからね。そんなもったいないことね、こんな愚かな収録するためにね必死にやるって、愚か者すぎる、愚か者すぎる、愚か者すぎますよ、本当マジでガチで。低所得者層が生まれる仕組み、教育機会の格差、十分な教育を受けられず将来の選択肢が狭められる。これブレインジャックがもう発覚してるんで、このテクノロジー拷問、ハイテク拷問、電磁波で攻撃されてると、そんなこと言ったら精神疾患扱いされるんで言わない方がいい。そんなのお構いなしで、病人扱いされるレベルの話じゃねえよこれって、もう全然はっきりくっきり分かった状態でハイテク拷問があると分かって、それを喋っている界隈ではブレインジャックも当たり前の話で、思い起こせば私子供の頃からされてますんで、もう低所得者層にするためにブレインジャック、テクノロジー犯罪、テクノロジー拷問、電磁波攻撃は使われてる。で受験でもインチキでたらめライバル蹴落とすと、競い合ってお互いの能力を高め合うレベルでの受験ではなくね、ライバルを蹴落としてレベル上がってない自分がレベル低い状態で、一流大学に合格するとそういう状況ですからね、日本ね今ね。でそれに勤しんでんだからね、日本の教育現場も政治政党も。公務員なんか特にその勢いですよね。で特にその勢いで公務員になってるのばっかりですからね今ね。
もう出てった方がいいですね、この国から。この国だってよくしようとしたら消されるからね。そんないいとこばっかりに移動して自分だけいい思いしてんじゃねえよとかね、自分の国だろうと、自分の国は自分でよくしろよとかね、そんな正論まかり通そうとするのが、これG マル誘導の、領域にも到達してるから、そんなの友人、親しい友達、例えばか弱き美しい自分の彼女とかに、いい国に逃げるんじゃなく、君はこの日本で生まれたんだから、この日本を良くするために日本で頑張るべきだよ、外国行っちゃダメだよ。でその子この国で頑張ったら叩き潰されてボロボロにされると。それでもこの国のためにってなる。私はか弱き乙女美しい自分の彼女もしいたらね、そんなボロボロにしたくないですよ。一緒に連れてってって上目遣いで涙目で懇願しますよ。一緒に連れてって、いや自分もここにいたくない、一人で逃げないでってお願いします。嫌だもんだって日本。いい日本って戦後アメリカっていうか、欧米社会が作ってくれましたよね。でそのいい欧米に作ってもらった日本社会ね、おそらくいい日本人見繕っていい日本人に先導させてたのかもわからないけど、自民見ればその限りではないみたいな気がするんですけれどもね、喋れなくされてる、喋れなくなってる、喋れなくされてる。もういいや、短く終わらせるつもりだから。もう字幕入れるようになったらね、で翻訳も入れて海外に見せるようになったらね、ここで粘る必要ないなってなってるからね。今教育機会の格差が言っただけでもかなりあれになります。もうでもみんな知ってる話だよね。これ理解できたい日本人が多いのがね、どういうわけかなと思う。で君らどんな YouTube 見てるのっつうと、集団ストーカー側の YouTube コンテンツ見てるからね。だからそりゃ皆様が YouTube は集団ストーカー側だっていうのを、そりゃそうなるよね。いやどうすりゃいいかね。ただ今 YouTube でやっていくしかないよ。あと私 Amazon クビになったあたりから円安になってるでしょ。フィリピンの地震の話もありますけどね、分かっていただける方は分かっていただけるでしょうか。その頃その前後、私の動画最初から最後までちゃんと見てればつう感じで、今から見返しても信用信頼なかったり、今から見返してもどれが何だか分かんないかも分かんないですけどね、うまいでしょう。その領域にあればいればいろんなこと分かりますよ。でその時に集団ストーカー被害、メディアストーカー被害が何なのかも分かると思いますけども、もうね分かりますけれどもね。で私たち側を妨害している連中、それから私たち、側の連中、その分別もついてればついてるほど世の中分かりますよ、言っとくけど。で私たちって全然死刑廃止論者ですからね、そもそもね。戦争なんてもってのほかですよ。で集団ストーカー側っていうのは勝手な殺人、シーマル系したい連中ですからね。でやってる連中ですからね。でそれらをもっと脱法的にやりたい連中ですからね。それって戦争なんですよね。だから私たち戦争したくない側、シーマル系も廃止論者側なんで、その辺からいろいろ追いついてきてくれればいいですけどね。後発で被害報告、集団ストーカー被害に気づいて
こういう報告やっている私ですけれども、そうすれば言うべきではない、言わなくても分かることでバンされなくなると、そういうやり方できての、無理に無駄に変な言論行使せずに、だから私喋っちゃいけないことって喋ってないんですよ本当に。だけれども、私の行動動きが、自分たちの、逮捕とかにつながると恐れている、パトカーの運転手とか精神科医なんかはかなりビビりまくって私の行動を止めてきてますよね。止めようとしてきてますよね。で、悪いことしてないから。悪いことしている人たち、する人たちっていうのは、この集団ストーカー被害に遭うと被害報告すらしない、できないから言っとくけど、でも私たちがそういう防犯パトロールとかね、そういうのされて犯罪者のくせになんかその犯罪止めるような動きする連中を、行動を阻害しようとしていると、もしくは犯罪者と結託連携プレーで防犯パトロールとかを妨害しようとしていると、そういうふうに見る人たちいるかもわかんないですけども、集団ストーカーやってる側って犯罪者側っすよ旭川14歳少女凍結遺体事件、それ一つの事件だけで、理解すべき、できるはず、大人なら。ところができない人たちだらけっていうのはね、本当に嘆かわしいね。で、哀れなのは私たちであって、それらを理解できない連中じゃないです。そういうのが理解できないやつらだらけの社会に私たちがいるのが哀れ、嘆かわしい、ね。連中を嘆かわしく思うのはミスリードです。不安定な雇用環境、ね、これは就職妨害されてますんで、もうやめるわ。低い所得ね、それはもう教育、しないできない、ブレインジャック、成績下がるように勉強できなくなるように加害されて、低所得地にされて、貯蓄できないようにされて、就職妨害されてね。で、社会保障ね、これも税金とか搾取されてるけど、私たちには使われないですよ。加害者側に使われて、そして攻撃に使われますよね、私たちに。で、心身も別に疲弊してないのに、連中側はなんだかナイーブなんだか分かんないけど、例えば私たちが生きているだけで連中はナイーブになって丸しようとしてくるじゃないですか。だから心身が疲弊してるのは連中側なんだけど、こっちが疲弊してるっつって揶揄して決めつけて、自己肯定感とか低下させるようにね、妨害してきますよね。だから全然こっち何の問題もね。だから加害されても被害報告できてる人たちってマジガチになんともない人たちですよ、加害なければ。だからみんな被害報告してって思うけど、できてない人たち多いんでしょう多分ね。私も仕事してるとできないけどね、職場で被害報告をほのめかされるから、マジで。この人見てるんだ、知ってるんだみたいな。で嫌がらせ、嫌味っていうか妨害、仕事をやりたくなくなるような、仕事を失敗するような妨害してくるのもそういう連中ですからね。職場の悪評を流すのもそういう連中。ちょっと20分以内でこの辺で終わらせておきますわ。右側も読みたいけどね。だから私の方で被害報告出ない、一つしか出ない、一つも出ない、それはね、何か加害されてて出せないんだなって思ってください。私1日に4つは出したいと思ってる。で、出そうと思えば全然苦労なくマジガチ余裕で休憩がてらにできる。これ1日4つ程度で、時間もこの20分ぐらいだったら全然できるの。やる気あんの。身支度もシャワーも浴びてないもの今日。だからシャワーも浴びないでこっち宣伝してるの。言っとくけど。それもできないってことは、じゃあ被害報告もないってことは、シャワーも浴びれてない状態で寝たきりか何か加害されてんだなって、こういうふうに思ってほしいです。とりあえず以上にしておきます。